さてどうも、今回は野菜炒めを作っていきます。ショート動画で以前出したことあって、それが結構皆さん見てくださって、本編でより丁寧な作り方を見たいっていう声があったんで、なんとその声にね、まんまと乗せられちゃいました。いろんな野菜炒めの作り方あると思うんですけど、僕がよくやる作り方のうちの一つを紹介します。ちなみにこの作り方を完全に攻略できれば、野菜あんまり好きじゃない人が野菜好きになるっていう、そんな結末が待ってると思いますので、ぜひ最後まで見てってください。どんな野菜炒めにしたいかっていうと、結論から言うとですね、野菜それぞれが一番味がいい状態の火入れにするっていうところです。あとは豚肉とニンニクを味の骨格として使うと。ちなみにその野菜ね、それぞれの火入れっていう話をしましたけど、そんなに難しいことではないので、ちょっとしたポイントだけ紹介します。ニンニクはあらかじめスライスです。このね、芽は取らなくてそのままでいいかなと思ってます。で、人参は火が比較的入りづらい野菜なんで、薄くカットします。冒頭に準備しておいたキャベツは、なるべくキャベツもね、内側と外側で葉っぱの大きさが違うんで切り揃えた方がいいです。人参もこのように薄くスライスして、薄いけど少しだけこう厚みを持たせて、食べた時に口の中でしっかり人参を食べてるっていう認識ができる、そういった大きさにします。いや、人参はがっつり歯ごたえ欲しいんだっていう方ももちろんいらっしゃいますでしょう。そういった方はね、人参もう少し分厚くカットしてください。次はピーマンは比較的火が入りやすい野菜です。なのであんまりこう細くカットしないで、ピーマンのこの厚みというか、ピーマン食ってるぞっていう感じを楽しめる大きさにしたいと考えてます。というわけで、ゴロッとざく切りで半分にしたピーマンをもう3等分から4等分ぐらい、合わせ調味料です。ベースはオイスター、これ入れるといいっすよね。野菜の甘みと牡蠣のうまみ、あと醤油を少し、日本酒も加えます。お好みで砂糖を1つまみ。あまり甘めにしたくないっていう方は砂糖を加えなくて大丈夫です。野菜炒めなんですけど、あまり鍋の中で長時間それぞれの野菜を炒めたいわけじゃないので、まずキャベツは軽く塩してレンジであらかじめ火を入れておきます。中華でもありますよね、こう油通しするような、あれのよりヘルシーでキャベツの甘みが感じられるやり方としてレンジにしました。キャベツにさえあらかじめ火が入ってしまえば、それ以外の野菜は割と火入れっていうのは短時間でできるものなので、この後はフライパン用意して豚の薄切り肉を広げてニンニクと一緒に炒めていきます。豚の脂が溶け出してきて、それでニンニクに火を入れる感じです。そうすることで豚もニンニクのおかげで美味しくなって、ニンニクも豚の香りのおかげでよりこう進化するみたいな相乗効果です。少し塩しました。あまり炒めすぎると豚肉硬くなりすぎちゃうんで、さっとです。そこまで色をつけることを意識しなくていいと思います。そしたら油を引かないで、もう十分にこの豚肉の油がフライパンの中に残ってるんで、これでキャベツを炒めていきます。キャベツの甘さはもう十分に出てるので、少しだけ焼き色をつけて香ばしくするようなイメージ。それも短時間にしたいですね。強火寄りの中火にします。フライパンの隅にキャベツを追いやってスペースを作ったら、人参とピーマンも加えます。ひと塩しましょう。
でこの人参とピーマンを炒めるには少し油が足らないんで、少しだけオリーブオイルにしました。ごま油でもいいんですけど、ごま油この炒める段階で加えちゃうと香り結構飛ぶので、オリーブオイルがおすすめ。さっと合わせる程度でいいです。結構人参もなんならピーマンはすぐ火入るんで。そしてもやしを一番最後に加えたら合わせ調味料で全体合わせていきます。これもなるべく短時間。もやしに火をさっと入れたいけど、あまりにも入れすぎるともやしからどんどん水分出てくるし、キャベツもねより水っぽくなっちゃいますから。水っぽくなるとね、ちょっとね野菜炒めの美味しい感じが台無しになっちゃいますんで、ほんの少しさっとこの熱々の状態がいいです。ちょうど合わせ調味料が全体に行き渡って少し香ばしくなるぐらい。そしたら盛り付けドレスです。これぐらい湯気が悶々としてるとうまそうっすね。少し仕上げにごま油、これお好みで大丈夫です。ごま油苦手っていう方もいると思うんで、そういった方はさっきのオリーブオイルだけにしておきましょう。あとは黒胡椒、これはね絶対振った方がいいです。こいつはぶっ飛ぶうまさだわ。これうまっ。キャベツとピーマンの食感がいいっすね。そこにこうオイスターのうまみもあるし、豚肉のうまみもあるんですけどね、甘さがしっかり出てるんですよね。野菜の濃くもないし薄くもない、でもうまみがすごくしっかりしてる。で最後にちょっとだけ垂らしたごま油と黒胡椒のアクセントが、これはもうね白米を呼び込むうまさ。3合は炊いといていいんじゃないですかね。3合はニンニクが嬉しい。ニンニク絶対必要だな。というわけで野菜好きのシェフによる野菜炒めでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。